あ、どうも。サイバーパンク2077の鉄キービルドの紹介をしていきます。グレネードをメインウェポンに据えて戦っていくビルドとなります。先日紹介したクイックハックビルド、サンデビスタンビルド、ハンドガンビルドのどれとも異なる戦い方ができます。画面のあちこちで爆発が起きてわけがわからないと思いますが、プレイしている最中もよくわかっていないのでご安心ください。グレネードを投げているうちにいつの間にか敵が溶けていきます。ミッションが完了するまでしばらくお待ちください。ということで鉄キービルドの紹介を始めていきます。まずはグレネードの紹介から、先ほど使っていたのは FGX フラクグレネードです。追尾型のグレネードで、V のレベルに応じた物理ダメージを半径7メートルの範囲に与えます。追尾型のグレネードは投げると空中に浮遊し、一定時間静止した後もよりの敵に向かって飛びます。この時かなり広い範囲を索敵するため、適当に投げても敵に当たります。ちなみに、クラフト用設計図はウィルソンがたまに販売しています。他にも3個、強い使い方のできるグレネードを紹介します。GASH 対人グレネードです。特殊なグレネードで、投擲後に浮遊し、周囲にダメージを与えます。このグレネードは爆発をしないため、ステルスキルが可能です。また、敵に密着させることで大ダメージを与えることもできます。実際に使っている様子をお見せします。基本的にグレネードが視界に入らなければ敵対されません。文字通り敵が溶けていくのは何とも言えない気持ちよさがありますね。また、GASH 対人グレネードは非殺傷の武器となっているので、制圧後の死体が綺麗な顔をしているのも良い点です。仮に敵対されたとしても、周囲の敵に警告される前に倒しきることができればステルス状態が継続されます。オーバーチュアが苦手な使い系の敵を倒すことができる点もなかなか良いです。密接している敵はまとめて処理できます。また、ステルスでもいけるというだけで、発見状態になってもダメージが減りません。とまあ、そんなところでしょうか。もう一つの使い方も紹介します。タレットや高 HP のボスに特に有効です。往年のソシャゲのボス戦のように HP が溶けていきます。一応これでもベリーハードなんですけどね。サイバーサイコシスはこれで全部処理できます。クラフト用設計図はサントドミンゴランチョコロなどのアパレル店近くの暴行で入手できます。これですね。あまり使わないですが、粘着型のフラクグレネードも紹介しておきます。これは着地点から跳ねずにくっつくタイプです。主に走っている車を爆破するのに使います。こんな感じです。覚えておくとアルデカルドスと行動している時に役立ちます。基本的に車はダメージに関係なく爆弾2個で大破するので、パークやステータスぶりは影響しません。オゾブの花も紹介しておきます。唯一のレジェンダリーのグレネードですね。爆発範囲が広くなって、起爆までの時間が短くなっています。エフェクトがピエロみたいで可愛いですね。コモンのフラクグレネードとの比較。爆発シーンだけ。オゾブの花は通常型ということで、いろんなシチュエーションで使いやすそうです。整備型や特殊型で対応しづらい、多くの敵に囲まれる状況が得意そうですね。といったところでグレネードの紹介を終わりにして、ステータスの割り振りです。肉体は、ダッシュ中の射撃リロードと、神経信号オプティマイザーのレアが装備できる12に、反応はとりあえず16、技術と石に曲振りでやってみました。火力過剰感も不足感もなかったので、とりあえずこんなもんかなという印象です。肉体のパークです。効率重視とマルチタスカーは本当に便利なので、ゲーム開始直後に取っておきたいです。
反応のパークぶりです。今回はライフルも使ってみました。ライフルサイクルを取るとリロードが目に見えて速くなるのでおすすめです。ライフルは基本的にカバーに隠れて戦いたいので、ローリスクハイリターンと残壕戦は取っておきたいです。次に技術のエンジニアのパークですね。テッキービルドの肝なのでたくさん取りました。硫酸弾はヒット数の多い対人グレネードの火力を底上げしてくれます。ジャックポットを使いたくて技術を20まで振りましたが、どうしたものかあまり目に見えて火力アップしませんでした。たまにクリティカルヒットはしているみたいなので、完全に死にスキルというわけではなさそうです。石の忍術です。ウィドウメーカーが毒武器なので、毒状態を強化するものを取りました。腐食剤トラトルスネークですね。忍術のパークはバージョン 1.6 で調整が加えられており、毒ダメージ2倍の神経毒と弱めにたたり目が廃止されています。最後にコールドブラッドです。石20まで振って無慈悲を貯めるのが最近のマイブームです。ということで、今回のビルドではグレネードだけでなくテック武器でも遊べるようにしてみました。テック武器で一番強いと言われているのが、M179E アキレスウィドウメーカーです。テック精密ライフルのカテゴリーに位置し、アナムの復讐を手伝うと手に入る武器です。通常版はシティセンターダウンタウンのホール GML 系の重火器店で購入できます。基本戦術では画面のようにピングを打ちつつ壁越しに狙撃します。化学属性を持っており、改造パーツにコンバットアンプをつけると高確率で毒を付与することができます。敵の体力を削り切るのに足りない火力を、無慈悲のクリティカルボーナスや毒で補えるんですね。似たことができる武器に SPT32 グラードがありますが、エイムしやすさはグラード、リロードや取り回し全般はアキレスに軍配が上がるという感じです。どちらが強いと思うかは好みによるでしょう。アキレスにはもう一つの強みとして、近距離戦闘も行えるという点があります。チャージをせずに腰打ちをすることでショットガンのような感覚で使うことができます。狙撃中に意図せず近づかれてしまった場合でも、武器を持ち帰ることなく応戦することが可能です。遠近中距離を一本で解決できてしまうというのが、アキレスの強みとなっています。また、この武器はバランス調整の影響をもろに受けてしまっているので、発売直後と比較して最も使用感が変わった武器だと言えます。それでも決して弱い武器ではありませんが、といったところでテッキービルドでした。終わり。